はい、今回はですね、新しいキャンピングカー、このボーンノイの内装をですね、少しね、ご紹介させていただけたらと思っております。で、前回ね、納車動画を1回上げさせてもらったんですけども、そこからですね、だいぶ物も詰めたりして、だいぶね、自分たちのね、使い方の車になってきたので、ここでね、改めてご紹介をしたいと思います。ということで、今回ですね、棚とか、それからマルチルームとか、それぞれね、収納状況みたいなのをね、ご紹介できたらなと思っておりますので、ぜひね、動画の方最後まで見ていってください。はい、ということでですね、まずはこちらね、リビングの方からご紹介をしていきたいと思います。ね、今この状態がベッドモードになっております。ママにこれからですね、通常モードを作っていただきます。基本的にはここの部分はですね、背もたれのところをはめてるだけですので簡単に取れます。で、こちらね、マジックテープになってますので、そのまんまペタッと。これちょっと簡単で、これ角度ついてて、こう座ってる人も腰が楽というか、ね、結構ちょっと硬いんだよね、少しね。そうそうそう、前回のように。で、逆に座りやすいみたいです。こっち側も基本的には同じでパコって外れて、こっちもね、マジックテープこんな感じで、ちょっとね、チャイルドシートをどうしてもしてると少しね、はめづらさはあるけど、それでも前のより全然やりやすいよね。マジックテープになったから、その分パコッといけるっていうのが大きい。これで終わり。はい、これでね、もうね、テーブルを外すだけです。はい。このノイについているテーブル結構しっかりしてるので、結構重さがあるよね。結構ずっしりしてて、で今回ははめ込み式になってるね。そうだね。ちょっとね、今までと違う。で、ここの部分ですね。こちら、この部分をここにはめ込むような形になっております。こんな感じでパコってはめて下ろす。で、あとはですね、下に足を出して完了。でも動かない。そう、これがね、結構しっかりしてて、で、厚みも結構分厚いんで安定してるよね。安定してる。で、何よりもね、このドリンクホルダーがですね、右に2個。人数分のドリンクホルダーが。そう。で、左側合計4つなんで、ここだけで6つあるんだよね。こんな感じでドリンクホルダーがたくさんあるのもちょっと特徴的かなと。この車乗車定員が6人だから。そう、人数分ね。人数分ある。で、あとは真ん中にこういった形でくぼみが少しあって、うちはここにね、アルコールとか入れております。で、こっち側にこんな感じでですね、座ることができます。うちゃんみたいにね、子供だったらほんとね、3人、4人ぐらい座れそうだよね。全然余裕だね。大人だとママが今1人と子供1人と、あともう1人全然ここで座れるかなと。こんな感じで座ることができます。で、反対側の席はというと、うちゃん、いつもの定位置に座れる。うちゃん潜ってくれて。はい、こんな感じでですね。こちらが2人ですね。で、うちはチャイルドシート1個つけてますので、うーちゃんとママというような形になっております。で、あとはですね、この車は補助シートっていうのかな。ここにも1個、こういった席がついております。まずはママが座るとこんな感じ。大人でも全然座れちゃう。で、うーちゃんが座ると、ドキドキっていう。うーちゃんそこ好きなんだもんね。こんな感じです。結構ね、これ広いよね。広い。これなんかね、違う車両でも同じようなのがあったんですけど、セレンゲティほど広くはない。うーちゃんなんか2人分いけそうだね。2人でここ座れるし。そうだね。で、あとですね、もう1個座席がここに作ることができます。ここにはめると、こんな感じで補助席をもう1個ね、作ることができます。全然余裕。これだと3人座れます。3人座れるよね。そうだね。で、こっち側だけでも結構ね、座れるぐらい今回スペースがあります。こうやってそうそう、多分そういう想定なんだよね。そこのドリンクホルダー。こういった形で使うこともできるので、6人が個々のスペースを持ちながら使うことができるというような形になっております。こんな感じでですね、横幅もそれなりにあります。ざっくりですね、シートレイアウトについてはこんな感じで使うことができますですね。こちら棚の方を紹介していきたいと思います。じゃあ一番端っこはこんな感じになってます。こんな感じでですね、だいたい100均のケースをいっぱい買ってきて、我が家にしてはまとまった袋だとか、あとリモコン、バッテリー、それからこれはね、よく使うダイヤアイロンだとか、あとはね、雑貨ですね、雑貨品、あとこれ旅のお財布で、あとステッカー類とか、あと薬ね。この辺もね、あんまり出すことはないんだけど、一応ね、まとまってると引き出しやすいので、ここに収納しております。はい、じゃあ反対側は、はい、でこちら側の棚ですね、こんな感じになっております。タオル類がこんな感じで詰められております。
であとはここのコンタクトとか、あとママの化粧品とかね、あとマスクとか。そう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 。でここね、温泉とかね行く時にそのまま持っていくシャンプーとかボディーソープのセットになっております。今回は結構棚に高さが出たからね。ああそうだね。前これ取り出すの結構大変だったんだけど、うん、この手になったら取り出しが楽なので。でまだ結構だからね隙間はあるよね。ある。でもねこの感じで動いてみたけど落ちることなくて、これでも全然余裕だった。ボーンもねここ仕切りの棚がついてますので、まあある意味ね横ずれしない感じになっております。うちはこれでちょうどいいよね。ちょうどいい。はい。じゃああとね棚がですねこちらにもついております。こっちはさっきのここに比べ同じぐらいかな。幅が少しちっちゃいのかもしれない。ちょっとサイズがね違うみたいなんですけど。オープン。これ置く場所なかったから油はここに置いてるけど、サランラップ系か。まな板と調理器具類。この下はなんかザルとかそういうのが入ってて、あんま使わないやつね。そうでここはお皿が入ってる。この辺はね結構前のキャンピングカーの時にだいぶコンパクトにね収めるようにしてたので、だいぶ乗り換えた途端にねスペースができたよね。ここできた。ちょっとこの中にケトルが入んなかったんで、電子レンジの中にも収納してるっていう。これねケトルねこの中に入れとくという。鍋敷とケトルを入れてるっていう。こんな感じですね。ちょうどジャストサイズだった。であとね棚についてはここね下冷蔵庫のね上にもですね引き出しがありまして、ゴザゴザしてるけども結構ねだから普通のフォークだとか、箸類、それから、ちょっとしたねこのインスタントのね、そう前の車と違うのは棚が1個減っちゃったんで、エントランスの上に棚があったんだけどそこに調味料とか入れてたのを入らなくなっちゃったからなくなって、だからその分ここに収納してみました。そうだね。それがねでも逆に言うとそれが収納できるぐらい深いよね。そう深くて大きい。これ結構幅もあるし奥行きもあるし深さもあるので、ほんと1個の棚みたいなもんだよね。引き出しだけど普通にだからコップも入るし、全部入ってるの。おチョコとかも入ってるし、すごいよねこれ。そうシェラカップも入ってるし、あとこういう調理器具類も入ってるし、でちょっとした調味料もこの中に入ってる。だいぶ手元で使えるのはいいよね。作業しててこうやってできるっていうのはいいかなっていう。ここにあると便利で、言われたものがこうやって取り出せるっていうのが。そうね。一回一回上に手出さなくていいから、ね。そう。引き出しはね1個しかないんですけども、ただこれはねオプションで冷蔵庫を90リッターにしちゃうとなくなっちゃうんだっけ確か。多分そうだと思う。これぐらい大きくなるから。そうなのでうちはね冷蔵庫は大きくせず引き出しを取るというような選択をしました。であとね棚がですね後ろにもあるので、こちらねリアベッドのところにも実はですね棚があります。めいちゃんいけるかな。こんな感じでですねベッドの足元の方に棚があります。なんか落ちてきた。はい、こんな感じでですね非常食関係がいっぱい入っております。ここの棚も結構収納が深いんで割と入るよね。なんか一回り大きくなってる。でこのねベッドの上にもですね実は棚がもう一個あります。ここまだスカスカで、そうこんな感じでまだね使わないんですけど、扇風機とかね首振るやつだよね。あとその他のものですね。カッパとかかな。そうがここに詰めております。でここはまだまだ空いてるのでちょっとねこれからまた収納をしていくかもしれないっていう形で、こちらもね上に収納がついております。いやほんとここの収納大きいよね。大きくてねすごいいい。あとねこちらね収納ではないんですけども、一応水道のタンクのところですね、こんな感じで水道タンクが入っております。でちょうどねタフマルジュニアだとかそういったものがここにねぴったり入ったんでね。そうこれはなんかキャンプする時用に、なんかお箸とかまとめたやつ。意外とここはここでスペースがあったので、ここにねガスも入れたりとかして、なるべくね温度変化の少ないところっていうのをちょっとねオーナーズ紹介の時に教えていただいたので、ちょっと私たちもね今後ここにしようということで使っております。涼しいとこだろうね夏でも、ここもね結構高さがあるから。で続いてなんですけどもキッチン周りですね。全体的にまず広くなったよね。でさらにここからもう一個拡張できるようになりました。でこちらもね純正でついてますのでだいぶ広いよねこれね。かなり広いよね。ここも広いのにさ、ここも増えたからもう作業しやすい。そうここはね我が家はねすごい車内でもね調理する方だから、ここが広いっていうのは大きいよね。大きい。それでねこれはワンタッチでまた戻すこともできるので、普段使わない時はこんな感じでカシャッとね戻すことができます。あとシンク、これは普通にシンクがついてます。これはもちろん純正でシンクがついております。今までと同じ感じだね。
はい、こんな感じでね、水もちゃんと出ます。すいません、節水してます。で、あとはですね、こちら棚ですね。これ実はですね、マグネットでくっつけております。これね、結構ね、強力なマグネットつけてまして、外れるは外れるんですけど、動きはしないんだよね、運転中。そう、すんごいね、もうね、ガチガチに固まってます。なんで今日もね、結構ね、デコボコした道通ったんですけど、全然問題なかったね。ボーンの場合だとここに棚がないんだよね。そう、ボーンはここにスパイスラックみたいなものが純正でないので、どうしようかと話してて、穴開けるのも嫌なんで、粘着がついてるマグネットをつけて、このままね、パチパチってはめております。ちょうど良かったかもしれない。そう、これもほんとね、Amazon で3000円ぐらいで売ってる安いやつよね。これも前回と一緒だよね。そうそう、中身は変わってない。そうただラックが変わったってだけです。そうそう、ラック変わりましたっていう。でもね、たったね3000円でできるというお得なやつになります。窓はですね、前回と一緒でブラインドのシャッターがついてて、で網戸もついてる。もちろんアクリル二重窓になってますので、後ろのね席の窓は全てこのタイプになっております。はい、ということでちょっとねそのままの流れでね、ちょっとね今電気消したんですけども、ライト関係をねここから説明していきたいと思います。で、電気はねもちろん後付けはなしで標準装備になってるので、そちらをですね順々につけていきたいと思っております。で、まずね今ママの手元に見えてるところ、このライトがですね流しライトっていうやつで、まあスイッチでね元も切れるんですけど、こんな感じで本体も消すことができます。すごい明るいよね。このね今一番神々しいこの上もですねこんな感じで同じタイプになっております。これも手で消せるんでね、消してみていいかな。だいぶ暗くなるけど、こんな感じですね。だいぶ暗くなっちゃう。すんごいこれだけで明るい。そうで、あとは流しはその横にもライトがついてるんですけど、この丸ポチライトがついてて、そうで、この丸ポチはこっち側の上にもついております。こんな感じで少しねオレンジがかった色っていうのかな。で、あとはこのエントランスの上にも別で、そうそう、これはですねスイッチがもう全然別なとこについてて、出入りするのに見やすいっていうことで、ここについててここの真ん中のスイッチ押すとこんな感じで上にライトがつきます。これもう本当にねこの一発用でね、一発用。これね出入りする際に使うものかながついております。で、あとね後ろにベッドのとこですね、6ショットかな。これは上下切り替えできるやつで、豆、そうだね、豆と常夜灯っていうのかと、上にもこんな感じで上下にねついております。で、このライトはですねそのまんまこちらねバンクベッドにもついております。もう同じタイプですね。こういうやつですね。こんな感じでですね2つついております。実用性はないけどおしゃれなライトっていうのが実はついております。それがですねこのねこんな感じでですね棚の隙間の間接照明がついております。で、こちらにもね同じようについております。一回つけてこんな感じです。そうだね、ここのライトを消すといいね。明るいよね。これはこれでいいね。なんか落ち着くというか、なんか綺麗だね。ちょうどいいかもね、これはこれで。こんな感じで、この内装の色とねすごくマッチした色がライトについているので、すごくねこれは僕も気に入っております。そうそう、こんな感じです。このカラーあんまり見ないよね。この内装色もちょっとねこれがどうしても良くて、たまたまねほんとこれがあったから良かったけど、すごいねおしゃれな色で個人的には気に入っております。なんかナチュラルな木っぽい色っていうのかな。ということで照明関係はこんな感じでついております。次はですね家電関係を紹介していきたいと思います。はい、まずはですねもうねこのねなんつってもこれだよね。今の時期こそまだちょっと活躍してないんですけど、夏になったらもうねすごい活躍してくれるだろうと信じきっているエアコン。これもねノインはですね標準装備になっております。これね見てもらうと分かるんですけど、少しねこう傾いてついております。で、こちらはですねあえて傾いてつけてるということを説明をいただきまして、理由としてはドレーンがやっぱり片方に固まらないようになるべく流れていくようにいうので、あえてね横にしてちょっとドレーンを逃がすといったことで、こういったね斜めの取り付けになっています。はい。で、あとはですねこちら、さっき言ったけど電子レンジがついております。上についてます。こちらもねノインは標準装備でついております。これは便利ですね。あとね標準装備でよく使う家電といえばこちらですね。冷蔵庫が65リッターになりました。こんな感じでですねもうだいぶ容量が大きくなったので、ここ冷凍庫用の扉が、でこちらが冷凍庫。前のさやつって蓋がなかったからさそうだね。これだったら全然冷える。こんな感じで下もねなんかねパーシャリストみたいなのね。そうそう、こんなちょっと一つ段抜いちゃったんだけど、そう段抜いちゃったんだけど、でもこれはこれで使いやすい。
次にですね紹介したいのが、こちらもね標準装備になっているこちらねマックスファンです。この真ん中のこれですね。ただねちょっと今までと違うのが、今ねこのママが右手に持っているこのリモコン、今回ですねこのマックスファンが電動になりました。でこの電動も標準だよね、標準でついてると。そしてこんな感じで開くと、手動でもねできる、使うことができます。だからリモコンでもいけるし手動でもいけるという感じで、この辺もね標準装備でちょっとね豪華になっております。はい。であとはですねこちらテレビですね。これはですねちょっとオプションというか、自分でね取り付けをしております。取り付けって言っても本体置いてるだけなんですけど、ちょっと今ねインバーターを起動しちゃいます。はい、こんな感じでですね、我が家はね結構クロームキャストばっか使ってるんで、こういう感じで YouTube とかねそういうのも見れます。あとはねうーちゃんねスイッチもね、動物の森もここでやるのもね、でそれに欠かせないスピーカー。できるステーマはスマブラと動物の森しかできない。でも一緒にやるんだもんねここでね。こうしてそうだね生意気。もしくはこうでしょ。そうそうそう。ということでスピーカーはねちょっと後付けというか、これもね前の車から持ってきております。ちなみにこのテレビってどれぐらいの大きさあるの？これ20インチかな多分。21ぐらいかな。これ台座でそのまま入れてます。アームつけようと思ったんですけど、やっぱね穴開けたくなくて、なるべくねフラットで使いたいっていうのがあって。でもこれでも十分だよね。なんかねぴったり収まりました。これたまたまなのかもしれないですけど、ほんとねこれツラツラでぴったりです。20型ぐらいだったら全然入るっていうのがこれで分かったかなと思います。でこちらスピーカーを使う時だけオンにすると。でこれはですね Bluetooth で本来というか使えるんですけど、テレビの時はねこんな感じでジャックをね通し1本線を通しております。そうするとこちらのテレビユニットからオーディオのね音声がつながるようにできるので、うちが Bluetooth 単体使う時はなんか iPhone とかでねなんか音楽聴いたりとかそういう時に流すぐらいなので、基本的にはこのジャックを使ってこのねテレビの専用スピーカーとして頑張ってもらっております。家電関係はですねこんな感じで装備をしております。はい。で、あとですね、こちら電装系ですね。メインスイッチ。それからこちらね、先ほどの上のエントランスライト。で、こちらね、お外のライトですね、街灯。で、このね、メインのこの真ん中についてるこれがですね、ボトロニックのメーターになっております。今のバッテリーの残量がわかるようになっております。僕のはね、鉛3発なので、345がマックスになっております。で、今ね、消費が-10.1 と。で、12.5V。でこれはあれですね、普通のメインバッテリーが 13.1V という感じで出ます。であとはですねこちらはですねインバーターのスイッチになっております。今ねこんな感じでテレビがついてるんですけど、これを押すと 100V が切れます。であとこちらですねベバスの FF ヒーター、こちらオプションで付けていただきました。このオプションは結構やっぱり必需品だよね、うちにとっては。なくちゃ生きていけない。あとメインの方は、こちらがそれぞれのスイッチになっております。右からルーフベント、水道ポンプ、それから流しライト、で補助ライト、で室内灯2本ですね。あとねこちらインバーター使った時に使用できるようになる 100V のコンセントもこちらについております。でちなみにこの 100V コンセントはここに1つと、このちょっと今見づらいんですけど、ここにね1つついております。で、あとはですね、こちらはちょっと標準ではないんですけども、ポータブル電源を積んでおります。基本的にはこの AC200P と、こちらですね、EB55 という少し小さめのポータブル電源。このね、2台を基本的には積んでおります。電装のところで少しね、説明をしていくと、こちらの車もですね、私の方で、一応ね、ポータブル電源で、サブバッテリーを充電することができるように、ちょっとね、改造というか DIY をしております。今実際こちらですね、インバーターのスイッチを押すと、こんな感じで赤く光ります。で、コンセントとかですね。あとね、電子レンジもこんな感じで使えるようになります。で、あとちょっとね、1個説明が不足してたんですけど、このインバーターをオンにした状態ですと、外部充電器は動かないようになっております。こちらインバーター動かしてサブバッテリーを充電しちゃうと、電気が回ってるだけなので、意味がないと。ということで、その自動切り替えのユニットの方で、インバーターを起動しているときは外部充電を止めるといったような、純正でそういうシステムになってますので、そこはもう変えずに使っております。これじゃあ一回消します。でそうするとね、こんな感じで 100V の供給が止まってしまいます。こちらもですね、コンセントがこんな感じで使えないようになっております。で入れていいのかな。一回これキャップ抜いでて、本体挿して電源を入れて、AC をオン。そうするとこちらですね、今インバーターと違うのが、ここに今チャージって出てると思うんですよね。
こんな感じでチャージが入ります。もう今ね、外部充電器をポータブルバッテリーで動かしております。ポータブル電源が 540W ぐらい消費しております。これ多分今外部充電器を作動させているので、そちらの分ですね、容量を食っております。はい、こんな感じでですね、外交も使えるようになります。で、当然ですね、この電子レンジとかもこんな感じで使えるようになります。で、さっきね、ママがね、ドライヤーとか使う時はって話あったんですけど、コンセント挿してもいいし、普通にね、ここ挿した方が早い。ここ挿した方が早くて挿して使えば全然それはそれで使えます。で、これはあくまでもポータブル電源に依存しますので、ポータブル電源のスペックによってワット数とか変わっちゃうので、そこはですね、おのおのちょっとね、人によって変わっちゃうのかなと思います。外側から紹介します。じゃあパパこっちちょっとカメラ違って出てくれる。はい、次ですね、マルチルームの方を紹介したいと思います。ここがマルチの看板なんですそれあれだね、前の車の時から持ってきたね、カビオンの時からね。はい、ちょっとね、照明つけますね。よし。で、上は棚、突っ張り棒で棚を作っております。前回と一緒ですね。さあ、で、今ね、ちょっとこちらトイレ仮付けと、あとこれね、前の車から持ってきたゴミ箱ですね。こういうやつです。これね、使わない時畳めるので便利です。でね、ちょっとね、見づらいんですけど、実はね、この床にですね、すのこを引いております。もともとね、シャワーパンが引いてあったんですけど、シャワーパンがね、結構ボコボコして痛いのと、うちシャワー使わないので、そのままね、すのこ引いております。で、こちらトイレはね、ちょっと部品がね、1個足んなくて、まだ本付けできておりません。で、こちらはね、また物が来てから DIY でね、本付けをしておきます。はい。で、あとはですね、こちらね、標準装備なんですけど、ちっちゃいこのベンチレーターという換気扇ですね。こちらがついております。こんな感じで換気扇が回ります。マルチルームはね、こんな感じで、かなり広いよね。はい。そしたらこちら、バンクベッドを紹介したいと思います。カーテンがね、前と違って両サイドにね、いいよね、これは。じゃあバンクベッドを出すとすると、そう、バンクはね、かなり手前まで来るんだよね。でここちょっとね、はめづらいんだけどオーバーしてて、はい、こんな感じでですね、バンクは作れます。これ結構なんか簡単に作れるよね。作れる。奥行きは180で幅が185センチ。みたいなので、僕もね、奥で寝ても寝れるし、横でも寝れると。これね、実際ちょっとね、動画回してないところで僕寝たことあるんですけど、結構快適に寝れます。ママだとこんな感じだよね。こんな感じでめっす。ちゃ広いよ。そう、これ今ね、実際ね、後ろにまだ物いっぱいありますんで、その状態であっても寝れるぐらい。天井こそそんなに高くはないんだけど、奥が結構広くて、こんな感じですね。縦になるとこんな感じなので、結構ね、隙間があります。で、あとはこちらね、窓も同じようにサンシェード付きのアクリル二重窓がついております。で、あとね、横にカーテンもついております。で、あとね、今回からね、加わったのはこれだよね。落下防止ネット。これもね、自分だけじゃ使わないんだけど、子供がそうそうそう。だけだと余計に、そうね、大丈夫だね。全然平気そう。なんか見て、そう、なんかね、これちゃんとバックルになってるんでしっかりしてます。あれも安心だよ、やっぱり。そう、寝相が悪くても大丈夫。で、こちらもですね、標準装備でついております。このラダもね、もちろん標準でついております。ここにうちゃん座れる。一応ギリギリ座れる。はい、ということでね、バンクベッドはこんな感じで使うことができます。バンクベッドもそうなんですけど、あとね、リアベッドもこんな感じでついております。で、リアベッドね、今うちゃんが寝てるんですけど、こちら1段目。先ほどの棚のところが足元になっております。うちゃんゴロンしてごらん。実際これ長さが190ちょっとね、あるぐらいなので、僕はね、全然足つかないぐらい長いです。うーちゃんで比較するとこんな感じですね、横幅も。182ぐらいのパパが寝るとこんぐらいで、足元がつかない、確かに。そう、これぐらいの頑張ればつくな。10センチぐらいの多分クリアランス的なのがあるから。実際こんな感じで寝ないからね。で、幅的にはどうですか？幅も全然余裕で寝返れる。ちょうどいいね。80センチはあるよね、横幅。全然広い。で、上の方は前のキャンピングカーと使い方は一緒で、こっち側が持ち込んできた荷物ですね。こっち側にはですね、洋服関係はこっち側に置いております。で、こちらはね、旅の宿泊数によって積む量も変わってくるので、この辺はまたね、ちょっとおいおいそう買いたいものがあるんで買おうかなと。そう、まずはね、とりあえず、今日乗っけてるって感じです。で、うちのベッド自体は2段ベッドなんですけど、上のベッド自体ね、板が取れるんだよね。本当はですね、もうワンブロックこういう感じで板が挟まってるんですけど、もうそれはね、もう家に置いてあるよね。
ね、板あっても広いからさ、圧迫感とかはないよね。別にうちは使う予定がないし、そこ座りたい人たちがいるから。で、このノイを選んだ理由として真ん中が外れるっていうところも大きいんだよね。ここをね、結構外れる、取れるっていうのも、こういった形で幅広く使えるっていうのもあるんで、すごいいいよね。うん。ということで、リアベッドはですね、こういった形で、下をベッドとして使っております。で、上は荷物を置いたりだとか、そういったね、荷物置きみたいなね、形で使用しております。はい。ということで、今回ですね、まだね、ちょっと新車でおろしたてなんですけども、もう少しね、改造したりだとか、積むものもね、また変わっていくのかなと思うんですけど、どんな風に使ってるかっていうのを簡単にですけど、内装の紹介をさせていただきました。で、またですね、今後ね、ちょっとね、仕様が変わったりとか、積むものが変わったりとか、なんかね、そういうことがね、定期的にあればね、またね、こういった形でご紹介できればなと思っております。ということで、今回の動画も、最後までご視聴いただきありがとう。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。